皆さんおはようございます。拓江丸の船長与永です。今日もいつものように毛ガニ漁の操業場所へと向かっていたのですが、沖に見慣れない船影が見えたのでレーダーを拡大して確認すると、こちらに気づいたのか謎の船が突如移動を始めました。猿払の沖合およそ14マイル、ロシアとの警戒付近ではありますが、完全に日本の排他的経済水域内。不審船は北西方向へと北上し始めました。船籍不明なため近づくのも危険ですが、日本の領海内なので追跡を開始。不審船に国籍も船名もなし、船の表ととも後半はシートで覆われていて、何かの作業をしているか漁具を積んでいるかは確認できませんでした。船の巡航速度は約12ノット、航海灯はマスト灯のみ、両舷灯や船尾灯は無灯で確認できず、作業で使用しそうなボンブもマスト前にあり、高いレーダーマストの上では国内メーカーのレーダーが回っていました。違法操業をしているのは確認できなかったのですが、不審船には変わりないので座標位置、緯度経度を記録、所属する組合に報告するため不審船を撮影して、毛ガニ漁もあるのでここで追跡を断念。不審船は北上、どこかへ行ってしまいました。毛ガニを取っていたのしがここ何日か何かに引っかかり、カゴを上げられず、急遽のしを上げることに。脇だけこの3列くらいもちょっと高く縛ってくれ。いや、のし立ったら回してこい。もうすんがどこまで来てる？いやいや、今段で来たから。ちょっと回して。いつも同じ場所で船が進まなくなり、今日はロープを回収しながら進んでいきます。やはり同じ場所でのしが立って何かが引っかかっているのか。切れるかもしれんの。抜けてや。金の上がってはきてる。サイドドラムのせんべいだけでは引っ張れず、友のドラムで巻きながら進んでいきます。これはもうかなり異常な状況。なんか来てる？なんかかかってる。やっぱりこれ切れば外れるわ、おそらく。あ、やっぱりかぶせられてんだ。いやー、最初からドラムであれしてるのが良かったかもしれないな。だってシャーネちょっと行くべ。やがってきてよ、上がるまで行ってみるべ。これ幕が鍵で。前だっていいよ、なんか飛ばせ。いや、こっちに鍵かければいいんだ。完璧カゴついてるべや、これ。飛んでくるぞ、のし。下から行った方がいいんじゃねえのか。お、絶対飛んでくるよ。鍵取ってくから下からやった方がいい。下がったらな、こうやって出てるね。後からあれだ。印入ってっから、ここ縛り引くべ。引っ張れ。ボンブ立ててこれがバンで。いや、ボンブ立ててから来るべ。やっぱりのしだったか。いや、5号から斜めに俺らの方来てる。だからここに入ってんだ、こうやって。こうやって入ってんだ。かぶせられなんだ。こうやってかぶしてるんだ、こうやって。でこの間線なりに多分縛り引けばかかるわ。ちょうどいいとこだもんな。この印引っ張ればいいな。他にも被害を受けた船によると、大きな鉄製のカゴがついているとのことで、ホタテ漁のボンブを立てて回収へ行くことに。春の縛り引きと同様に違法漁具の探索をしていきます。
いやメインはこっち。いや今だけどまずここでいつもかかってこうやって入ってるから、ここと一回通り過ぎないばねえから。もうちょっとだ。第一かかった。第一かかった。第一かかったんで。福栄は？福栄今第一のケツ取り。今上げてあれだ、半端玉つけて投げてやってるから、それ取りに行くんです。落ちた。うん。かかったねえか。かかってねえか。かかったべ。カットコーヒー入れながら巻くからな。立つまでそこで巻かないと外れちゃう。巻いて。うん、巻いていいの。巻いた方がいい。どうやってかかってるからだな。答えてるな。答えてるべ。すげえ船かしがってるもんな。船かしがってる。結構答えてるべ。ああ、どうやって上がってくればな。ごっちゃなかってきたら最悪だな。カゴにかかったな。ああ、カゴにかかってる。ああ、のしだ、のし。おお、ラッキーラッキー。ちょっと待てよ、おらえてね。いや、太くて入んねえでや。あれ乗っちゃうの。よし、かかったかかった。そばさん入れないよ。表かけれねえか。巻いてやれ。あら、大好き。おう。だからこっちはよせ。やばっと曲げよしてな。とりあえず近くまで行っちゃってよ。表鍵かけるべ。海に出るまでやるべ。してボンブ鍵かけるべ。シンバル外してローラーから綱取っちゃうべ。まずこうやっているべ。シンバル外すべ。ちょうどカゴだからな、緩め。うん、やわっと伸ばせ。カゴ自体にかかってから鍵のあそこ切っちゃうべ。カゴだねや。お、それ切ってよ。いや、これ持ってれ。この綱持ってれ。おしてこれでシンバル下げるべ。したら外れねえか。カゴ1個はしゃねえ。うん。お、まずかけちゃうべ。カゴそばだから鏡えからちょっと足させる。カゴ外してってよ。いや、このまま行くべ。お、カゴ上げながらのしこいでっか。して折り返して綱取ってっか。それが早いな。カニ入ってるべや。餌入ってるもの。おい、カニちゃんとカゴさ入れとけよ。最後投げていくぞ。結構よく分かん
そりゃそうだべや、目でっけえもの。山なっちゃうわ。いや言ってたもん、山なるって。サイドさんお母さんねえのか。はいねえの。マジでか。マジで。わあ、なんぼでっけえのよ、カゴ。そんなカニだぜや。おお、いいカニだな、おい。あんだ、これ返すならもったいねえな。あるわ。すげえいいカニだな、おい。腹立つな。ああ、仲間知らんわ。ポンプ立てといていかったな。でえでよ、おい。これ狙ってんだな。ああ。ひでえな、おい、タラバ。だいぶのしだあるんだが。終わりが地形か。はじ？これで終わりか。これでこの間切ったとこだな。船の向き向けるべ。一旦カゴの回収が終わったので船を回転させて、今度はロープも回収しながら進んでいきます。仲間の船もまた違う場所で違法漁具をかけていて、一体どれだけの規模で密漁しているのか、被害総額はいくらだったのかは計り知れません。いいな、包みで負け、包みで。だらだらでのしガラッと浮いてるから危ねえな、これな。あ、やだな、おい。あ、やだ。いいカニばっかりだもんな。いいカニばかりだ。最高だ。ほら、ラピケだけどな。お、海中ソケ。もったいねえな。お、何個あった？ 30？ あと20ある。相当目でっけえよ、ほら。まだついてるな。まだ半分くらいついてるぞ、これ。あまりは入ってねえんだな。こうか？砂も太えから知ってもな。長さの割に山なっちゃうもんな。本当の違法操業だもんな、これだろうな。どこの船か知らねえけどよ。入ってる。めっちゃ入ってる。ひでえ、いいカニ。誰1キロ以上あるべや。俺なら1キロだ。うわー、いいカニ。これかっぱらわれるんなら最悪だな。ほら、返すよ、ちゃんと。返して取られるの。来年まで入る。大輔、ちょっと何分あったかあるか勘定してみ。今 77？100 ついてんな、これ。終わったか。ほら、カゴついてっけよ。あ、最後だっけよ。
カゴアンカーだ。カゴがアンカーです。78か 79？ 一周引っ掛けず緩くねえな。いや、一応行ってみる。カニ何カゴ分よこれ。3カゴ分だな。3つ分だな。3つ以上あるよね。3カゴ半だな。これ投げるべ。あ、いいのいいの、投げていいの。そっちから投げていい。スカップ上げればいいんだ。おう、スカップ上げれ。全部流してやれ。うわ、これでってな、おい。よし、オッケー。これに餌入れて、餌残ってるのねえか。ああ、ほら。餌すけそ。餌缶みたいなのもついてる。日本のシステムじゃないね。警報漁具回収しました。こっからここまでこうやってここもあるね、きっと。ここもうちょっとパリだな。1個落としてるから80。360キロもあるんだけど。360キロったらすげえな。ああ、1トン半日出て4トンで下ろす。ならいいけど、手下ろしは無理だから。無理無理。え？500キロ。すげえすげえ。この日、拓栄丸で回収した違法漁具は79カゴ、重量にしておよそ1400キロ、ロープは全部で500キロ、長さはおよそ1600メートル。一体いつ密漁船が仕掛けたのかは不明のまま終業となってしまいました。他の船も回収してきた違法漁具も合わせると、合計で260カゴ以上、すべてを回収しきれておらず、自分たちが操業していない期間の警備・警戒はどうすることもできません。残骸処理大変だ。とりあえずこの西入ってるやつは一塊にして中出さないわ。そうだね。スケソウのとこ投げるけど。せー